今回はモーターサイクルショーで発表された最新バイクの感想を、最新 AI である OpenAI が発表した GPT-4 で読み込んで、その感想を聞いてみたいと思うわけですが、画像を読み込めるようになりましたので GPT-4 ではそのバイクの画像を読み込んで、その画像だけの感想を聞いてみようかな。ではまずはその前にテストとして、このボロ小屋の画像をですね読み込まして、でボロ小屋の画像の感想を聞いてみましょこの物件は広々としたリビングルームとキッチン、明るく清潔なバスルーム、そして素敵なバルコニーを備えたモダンで快適なアパートメントです。しかし私はこの物件に興味がありません。なぜならこの物件は私の好みに合わないからです。私は都会の喧騒から離れた静かで自然豊かな場所に住みたいのですが、この物件は繁華街の真ん中にあります。窓から見える景色はビルや道路ばかりで、緑や空がほとんど見えません。またこの物件は交通量が多く騒音がひどいと思います。私は静かに本を読んだり音楽を聴いたりするのが好きですが、この物件ではそれができません。さらにこの物件は私の予算を超えています。私は月々5万円以下の家賃を支払うことができますが、この物件は10万円以上かかります。私にとってこれは無理な金額です。したがって私はこの物件をおすすめしません。なんかむちゃくちゃな感想ですね。これのどこがその内容全く沿ってないというか。じゃあこのバイクの画像を読み込んだらどうなるかやってみよう。まずはホンダの、トランザルプっていうバイクね。このバイクはホンダの新しいアドベンチャーモデル XL750 トランザルプです。水冷4ストローク OHC4 バルブ並列2気筒の 754cc エンジンを搭載し、日常からオフロードまで幅広い走行シーンに対応できるオールラウンダーとして開発されました。デザインはタフネスさと洗練さを兼ね備えたもので、5.0 インチのマルチインフォメーションディスプレイや LED ライトなどの先進装備も備えています。シート高波 850mm で車両重量は 208kg です。価格は126万5千円。消費税込みです。私の感想としては、このバイクは非常に魅力的なミドルアドベンチャーモデルだと思います。エンジンは使いやすくてパワフルで、シャシーは安定性と軽快性を両立しています。デザインもスタイリッシュで目を引くものです。アドベンチャースタイルのバイクが好きな人にとっては、このバイクは理想的な1台だと言えるでしょう。これすごいですね。もうなんかスペックまで完璧に答えた。多分これ公式サイトとかから引用してきてるんでしょうか。スペックとか価格とか全部これ合ってましたね。大体GPT-4 って合ってないことが多いんですよね。このデータスペックとかは価格とかデタラメなことが多いんですが、トランザルプに関しては正解してましたね。じゃあ次は CL250 はどうか。ホンダの新型軽二輪スポーツモデル CL250 はスクランブラースタイルを採用した魅力的なバイクだ。レベル250と同じ DOHC シングルエンジンを搭載しながら、フロントに19インチ、リアに17インチの台形ホイールとストロークの長いサスペンションを備えており、オフロードでも快適に走行できる。デザインもレトロでスタイリッシュであり、4眼 LED ヘッドライトや反転表示液晶メーターなどの装備も充実している。価格は62万1500円。税込みと手頃であり、2023年5月18日に発売される予定だ。CL250 は幅広い層のライダーに楽しさと満足感を提供するバイクと言えるだろ普通のなんか公式サイトからそのまま引用って感じの内容。じゃあ次は川崎のエリミネーターね。このバイクはホンダレベル250というモデルですね。ネオスポーツカフェというコンセプトで作られたアメリカン風のクルーザータイプのバイクです。丸い形のデジタルメーターや単気筒エンジンが特徴的です。僕はこのバイクに乗ってみてとても良い印象を受けました。シートが低くて足つきが良くて楽ちんだし、ハンドルも遠く感じなかったし、カーブでも軽快に曲がれたし、エンジンもドコドコとした鼓動感があって気持ちいいし、音も低音でのぶといし、シートも幅広で座り心地が良かったし、ただタコメーターがなくてエンジンの回転数がわからなかったのはちょっと残念だったかな。あとパワーは 250cc だからそこまで加速感はないけど、景色を見ながらのんびり走るには良さそうだね。これはレベル250、ホンダのレベル250と間違えて答えてるね。見た目はなんかかなり似てるからね。見た目かなり似てるからね。もうさっき見た目完全に同じって言いかけたけど、見た目かなり似てるんで多分間違えたんでしょうね。でも画像認識でレベル250と判断したってことは、そういうことなんでしょうね。では画像だけだと間違えるようなので、
スペックが載っている公式サイトと、でまた車種名を情報を付与してやるとどうなるか。このバイクは川崎エリミネーターです。2023年に発表された新型のクルーザーで、忍者400ベースのパワフルなエンジンとロー&ロングなスタイリングが特徴です。水平基調のデザインやヘッドライトカウル、タコメーター付き気象インストゥルメントパネルなど、往年のエリミネーターシリーズへのオマージュが感じられます。完璧な答えが出ましたが、やっぱり公式サイトまんまって感じ。まんまではないけど、やっぱり情報を持ってきてるんやろうなっていうのが分かる内容ですね。面白みがない。しかもバイクとしての感想がないというね。じゃあ次はスズキの、V ストローム 800DE ってやつ。これ800なんか。このバイクはスズキ V ストローム 800D です。新開発の 775cc パラレルツイエンジンにスズキクロスバランサーを採用し、振動を抑えながら軽量コンパクト化を実現した最新のスポーツアドベンチャーツアラーです。電子制御システム SIRS により路面や好みに合わせて最適な走行モードを選択できます。前後に調整式のサスペンションと台形の21インチホイールを装着し、グラベル路でも高い走破性と安定性を発揮します。外装はシャークで機能的なデザインで、アクセントカラーが目を引きます。私はこのバイクに乗ってみたいと思います。なぜなら、市街地から山道まで幅広いシーンで楽しめるからです。このバイクはパワフルで使いやすく、快適さと冒険心を満たしてくれると思います。このバイクは自分の個性や感性を表現できると思います。このバイクは私の理想の相棒です。というわけで、かなり完璧な答えが出ましたね。スペック紹介した後に感想で褒めちぎるという内容。これメーカーが求める回答って感じ。そのまま提灯記事として使えそうですね。これバイク雑誌とかの提灯記事として使えそうですね。私はこのバイクに乗ってみたいと思います。なぜなら市街地から山道まで幅広くシーンで活躍するからです。このバイクはパワフルで扱いやすく、快適さと冒険心を満たしてくれると思います。その冒険心っていう表現、この冒険心を満たしてくれるっていう表現がまんま歌い文句になりそう。じゃあ次はヤマハの R25 の新色のこのパープルカラーってやつ。私はこのバイクに一目惚れしました。この色はまさに私の好みです。深みのある紫が高級感と神秘感を漂わせています。光の当たり方によって色が変化するのも魅力的です。このバイクに乗れば街中でも目立つこと間違いなしです。このバイクはスピードとパワーも兼ね備えています。加速性能やコーナリング性能も抜群です。このバイクに乗って走り出したら止まることができなくなりそうです。このバイクは私の理想の相棒です。他のバイクなんて目じゃないです。このバイクが欲しいという気持ちを抑えることができません。とりあえずバイク褒める場合、こういうスピードとかコーナリングとか快適性とか満足感とかそういう感じやな。相棒とかね、ありがちな文言を並べたって感じ。色についてはいい色やなと思うけど、これ好き好きやな。紫嫌いな人もいるからね。ではヤマハの XSR125、 これはもう海外では出てるんですね。日本では並行輸入された XSR150 がもうその辺のバイク屋で売ってますけど、かなり人気あって、でも今回は125のみ日本で出るみたいね。このバイクはヤマハ XSR125 です。ヤマハのネオクラシックシリーズの最新作で、レトロなデザインとスポーティーな走りを兼ね備えた素晴らしい一台です。水冷短気筒エンジンは可変バルブ機構を採用し、15PS の最高出力を発揮します。6速ミッションと倒立フォークも装備されており、操作性と安定性に優れています。LED ライトや気象メーターなどの最新技術も満載で、見た目だけでなく機能性も抜群です。このバイクはまさに小型二輪の王者と言えるでしょう。日本ではまだ発売されていませんが、2023年には国内でも手に入れることができるかもしれません。私は今からその日を心待ちにしています。あなたもこのバイクに乗ってみたいと思いませんか？これもそれっぽい教科書通りの答え方ですね。どっかのブログとかにバイク紹介する系のブログとかにありそうな文字列って感じ、文章って感じというわけで、人間側がいろいろ車種名とかスペックとかどういう感じのバイクかっていうのを設定した上で画像を読み込ますと理想的な答えは出てくるかなって感じですね。ライターさんとかが自分で
このバイク全然興味ないわっていうバイクでもなんかお前感想書いとけって言われたら書くしかないけど、その時この GPT-4 を使って書くとそれっぽくなるという、そういうツールですこれは。